こういうふうにだんだん古くなればなるほど葉っぱが老化していくわけですね。葉っぱにも老化があります。年を取ってくると木全体が栄養が不足している、根っこが十分に張ることができないで栄養を十分取ることができない、あるいは土壌環境が非常に悪くてやっぱり栄養を取ることができない、他にもですね、非常に風が強くて葉っぱが常にストレスを受けている、そういうところではですね、葉っぱが早く老化してしまいます。そうするとこういう葉っぱをですね、いろんな貴重な肥料成分、窒素とかリン酸とかカリウムとかマグネシウムとか、そういう成分を枝の方に回収して、こっちの新しい方の葉っぱに供給するわけですね。そうすると古い葉っぱはちょうど落葉広葉樹と同じように黄色くなったり、あるいは樹脂によっては赤くなったりして落葉現象が起きるわけですね。健康で肥料成分が十分あって条件もいいと、森の中で風も弱い、日当たりはそこそこあって真っ暗ではない、そういう非常に恵まれた木はですね、この葉っぱがもう5年も6年もつくことが可能だけれども、ちょっとでも環境が厳しいとそういうことができない、葉っぱがストレスを受けるということですね。特に日本の冬は非常に寒いです。葉っぱが凍りつくこともあるわけですね。それから台風、非常に強風が吹いて潮風に当たったりもします。そういう潮風、それから強い風、あるいは雪が降る、それから虫、病気、さまざまなストレスに耐えて葉っぱは生きているわけですから、そういうストレスに耐えきれなくなった段階で落葉するということですね。今常緑樹の話をしましたが、落葉広葉樹でもね、さっきすごい半年ですよと言いましたが、実は半年も持たない、春発芽して、それからもう夏には落葉してしまうということもあります。楓なんかは普通は春から秋ですね。ですが時々ですね、この木おかしいね、夏でも真っ赤になってるねっていう木はですね、園芸品種で真っ赤になってる木がありますが、そういう園芸品種でもないのに真っ赤になってるねっていうのは大体夏です。やはりその木は非常に弱ってるわけですね。樹勢が悪いわけです。活力がない。ですから早く葉っぱの寿命が来てしまう。つまり店じまい早くしちゃってるということですね。つまりここの葉っぱを維持するためのいろんな肥料成分、これを回収して新しい方に、あるいは芽を充実させる方に回してしまうと、あるいは来年の葉っぱをつけるために回してしまうということをやるわけですね。樹木は非常に臨機応変にその時その時の環境条件によって葉っぱの寿命も決めているということですね。